皆さんこんにちは。今回は今並んでいるマス刺しの刺し子付近3枚あるんですけれども、こちらの針目を比較していこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。今パッと上からこう見ていただいてるんですけれども、模様は同じだし、色も同じだよねっていう感じで、全体的にパーッと見るとそういう風に見えるかと思うんですね。ちなみにこちらの刺し子糸で刺し子しています。でも実は後からもうちょっと針目を近くでじっくり見ていただくんですけれども、そうすると違いは見えてくると思います。でまずはですね、何が違うかというと、こちらから曲がってるこれくらいかな。2019年にこちらの付近を私は作りました。刺し子しました。そしてこの真ん中はこれくらいかな。2022年。そしてこっちの一番端っこ。こっちは2024年に刺し子しています。なので同じ糸、赤系の糸、多分これもこれだと思うんですよね。ちょっと若干記憶は定かではないんですけど多分これだと思うんですけど、同じ赤系の糸、同じ模様で、図案の全体的なサイズは後でもうちょっと詳しく説明しますけど、これがね一番ちっちゃくはあるんですけど、ただ模様としてのなんて言うんですか、バランスというか、模様としても同じです。ただ余白の部分が若干違うだけであってっていう感じですね。なのでこの長さというかね、ここの長さとかそういうのは割合は同じです。だけど2019年、22年、2024年っていう感じで刺した時期が違うんですよね。だからこうに行く過程において、どう変わってきたかなっていうのをちょっと見ていただこうかなと思います。で、先に結論をお話しさせていただければ、こっちとこっちは同じような感じです。下手も針目ももうほぼ同じような感じだからだいぶここの時点で確立したんじゃないかなっていう感じの針目なので、だからよく見ればみたいなくらいな違いしかないです。一方こっちとこっちにかけてはだいぶ違うっていう感じですね。結論はそういう感じです。でそれをこれからちょっとじっくりね、見ていただこうかなというふうに思います。今日はねそういう動画になっております。ではまずこちらのマス出しですね。元の図案はどういうものかっていうのはこれです。これまだ刺し子をしてない段階のもので、これですね。この線に沿って刺し子していった、それの完成形がこれになるっていうことですね。でこれにする上においてもさらっとね簡単にねお話しさせていただきますと、私だいたいこれに移すまでっていうのはもう大好きな模様で、何回も私これ刺し子をしてるんですよ。なのでもうそういう刺し子はこういう感じでもう工作用紙に書いちゃうんですよね。油性のペンで書いてしまって、でこれをもう繰り返し使っています。もう何回も繰り返すなっていうのはそういう風にしています。でこれが何も書いていない状態の付近なんですね。で下手は済んでいます。でどういう風になってるかっていうのだけ最初にサクッとねそこだけ説明させていただきますと、10メートルのさらしをもう作りたいサイズで切っていって、で私はもうこれ 42×42 なんですよね。42×42 ですね。だいたいそれくらいなんですね。でここの42？違う。
ちょっと待ってください。違う、32ですね。なんで今42なんて言ったんだろう。あ、そう。まあ、もう全然違ってますね。はい。刺し子する部分のサイズとしては 32×32 で、全体的なサイズとしては 34×34 っていう風に、5ミリくらいの差はありますよ。差はありますけれども、目安としてはそれくらいで作ってるっていうことですね。で、そのね10メートルのさらしを切りまして、ここで縫い合わせてるんですよね。ここでね縫ってるんですよ。で、私は手縫いでここやってるんですけど、一箇所ここをね縫い合わせまして、であとくるっとひっくり返すような感じで、であとアイロンでここのところをねきちんと整えまして、でここは折ってるだけっていう感じになっていて、筒状になってるんですよこれ。なのでこういう感じで一箇所だけ縫い合わせていて筒状になっていてみたいな感じで、でそこまで作ったら、まあこういうストックがね何枚もあるんですよ、もうすでに。でそしたら私はこういうふうにもう何回も繰り返して描く模様はこのね間に入れちゃうんですよ。間に入れちゃって、まあここら辺のあれは位置は整えますよ。位置は整えますけど、でここにこうねうっすらこう見えるじゃないですか。これを写して線を描いていくっていう感じになるんですね。でそうやって描いていったものがこれなんですよ。でこの辺の工作用紙からこっちに写す上に置いての図案の書いてるのは、例えば麻の葉だったり、あとは過去は尻尾つなぎだったり、それで図案を描く動画は投稿してます。で模様は違いますけど、流れとしてはその動画に撮った流れでやってるんですよ。でこういうふうに書き上げまして、でそれを差し子すると、そうするとこうなるっていう感じなんですね。はい。なのでまあ今はちょっと模様ですね、ここにね起こすまでをどうやったのかっていうのをちょっとサクッと説明させていただきました。でこれ針目を比較していくんですけど、これがある意味模様差しであり、そしてこうやってね自分で線を引いて、それで自分で針目を決めて差し子するからこそ、なんだろう、時期のね移り変わりがねすごく見えてくるっていうのがね、まあこれはこれで一つのそれは楽しい側面じゃないかなっていうことなんですよね。例えば一個前で私十字花刺しの差し子しました、完成まで。でその前は柿の花を差し越しました。でどっちもね一目差しなんですよ。でこれ一目差しになりますとやっぱりまあその十字花出しも柿の花も今回はホビーラさんの印刷されているものを活用させてもらったので、もうそれに沿ってね差し越していくっていう感じだし、一目差しだから針目は一定なんですよ。この例えば5ミリ方間でやるってなったら、その5ミリの差し子する縦と横、そして斜め、その組み合わせによって模様が浮かび上がってくるから、針目を変えられないんですよね。一定にする。一定ってこの長さって決めたら針目は変えられない。だからどの時期にやってもその針目になるというか、基本はね。例えばどこかが3ミリでどこかが5ミリでとはならないんですよね、一目差しだったら。でもだからこそそういう法則をきちんと守るからこそ可愛い模様が浮かんでくるわけですよね。だからそれはそれで一目差しの楽しさではあるんですよ。で一方で模様差しでなおかつこういう実践になると、
なんかその時期のね、張り目が如実に現れてくるっていうのがね、まあ今から見ていただくんですけど、それがね、よくよく見えてきて、それもね、なんか味わい深いなって私は思ったりするわけですよ。そこによりその人らしい刺し子だったり、あとその人の時期、この時期ってこういう刺し方してたんだみたいな、刺し方というか、そこまでも気にかけてない張り目だなこの張り目はとかね、そういうのが見えてくるんですよね。あえてこういうね、実践にして自分で張り目の感覚を決めてね、刺し子することによって浮かび上がってくる。だからそれはそれでそういう楽しさもあるわけですよ。その人の手がいわゆる手仕事というかね、手縫いの良さとかで、その人らしい刺し子とか、そういうのが浮かび上がってくる。模様何を選ぶか、刺し子糸何を選ぶかだけではなくてね、さらにそれに針目っていうものが加わってきて、より模様刺しでこういう実践を刺し子すると現れてくるっていうところの、それはまた一目指しとは違う私は楽しさじゃないかななんてね思いましたので、今回はそういうのをご紹介しようかなと思いました。で、そうですね、変わらない方から見ましょうか。変わらない方、こっちはね変わりがあるんですよ。なのでこっちは後でこっちはもうなんかだいぶ完成形みたいな感じなんですよ。これね、2022年2024年なんですけど、これ仕立ても同じです。だからさっき言った通りのこれだからこれですね、さっき見ていただいたこれから図案を描いていくとこうなるんですみたいな話したんですけど、もうこの仕立てでこっちもう2022年も2024年も作っていて、そして張り目の感じももうだいぶ、ちょっと一回こっち外しちゃうんですけど、だいぶねもう安定的に同じなんですよね。安定的に同じ。どっちもね安定的にね、もうだいぶこれは2022年の間での段階で私この付近に関してはですけど、この付近っていうかこの模様に関してですけど確立されてるなみたいなのが分かりました、刺してみて。でこれこのまま2022年バージョンの裏ね、こっち2024年バージョンの裏ね。だからこうですよ、こうですよ、こうですよ。はい、これでね一旦これでこれを見ていただきますと、どっちももう私2022年の段階でこの裏のクロスは気にかけるぞっていう気概が感じられるここのねこだわりを何をもってこだわりとするかっていうのは私裏のクロスなんですよねっていうのがもう2022年の段階でもう現れております。またね後でこれね裏のね2019年バージョンも見ていただきますので、それは後で見ていただくんですけど、でそれが2024年にも現れている。で若干ね2024年の方がだいぶパッと見同じって言えば同じなんですけど、なんか2024年の方がクロスを私強調して差し越してるなっていうのがなんか見えてきましたね。よりねなんかこっちの方がクロスのバランスと大きさとをなんか主張してる私自分で刺してて他人事みたいな言い方になってるんですけど、どっちかといえばこっちの方のはクロスは気にしてるけどちょっと控えめなクロスで、多少ねバランスもねちょっとこっちの方がねバランス取れてない部分はあるんですよね。よく見るとですよ、よく見るとね、でもそんな変わらないじゃんってもちろん言われればそうとも思います。だけどなんかこっちの方がなんか私クロス頑張りますみたいな気概がねちょっと出ちゃってますね、こっちの方がね。これね2024年バージョンね方なんですけど、このねクロスをだから私ポイントクロスに置いてるぞっていうね気持ちがねこれ出ちゃってますねと私は勝手に思っております。このね張り目の感覚はね同じですね。多分同じ測ってないですけど同じですね。自分の中でもう
ここからここまでを何目に刺すっていうのがね、もう定着してるんですよね、私の中で。なのでその通りに刺し越していって、でそういう刺し方がこの模様に関しては私は好きなんですよね。その辺を決めて刺すのが好きなので、その辺はね2022年も2024年も変わってないです。私これもう一声と考えるんだったらまた刺すんかいって感じですけど、またもし刺すんだったらバランスよくもうちょっとこのクロスを控えめにしたバージョンでも刺してみたいなって思ったりもしてます。そうですね、主張これくらいでもいいかなって思ったりするんですよね。だけどちゃんとクロスなってない部分こっちにあるんですよ、実はね。なのでそこのね、こことかちゃんとクロス出てないですよね。ここね、見えるかな、こことかね、クロスのバランス、こことかちょっと悪いなっていう、交わりがね端っこの方になっちゃってたりするんですよね。でもね多分ねこっちはねできるだけそのね真ん中にちゃんとクロスを持っていきたいっていう気持ちが強いから若干クロスがね大きくなってんですよね。でもそれを私はもうちょっとねもし次刺すんだったらだからね刺し子って終わりがないんですよね。次もうちょっとここのとここのクロスをちっちゃくしてでなおかつバランスよく刺し子したいとかね、もう突き詰めたら本当にねやり込み要素は満載でね、でなおかつそのさっきも言ったように実践を指しているから、その時期その時期によってなんか多少の違いは出てくるんですよね。そこがね面白いなって思って、でじゃあこれ真ん中をちょっと一回外して2024年バージョンと、これ2024年バージョンと、じゃあ今度2019年バージョンで比べてみましょうか。はい、これが2019年バージョンでございます。こっちをね2019年バージョン、はい、こっちが2019年バージョン、こっちが2024年バージョンとなります。で、さっきも言ったように模様のバランスは同じなんです。ただまずね仕立てが違う。2019年はこれ全部ね折ってるんですよ。ここを折り返して最後この字閉じで一周しているっていうまず仕立てが違うので、大きさがこっちの方がねちょっとちっちゃい感じにはなっています。その違いはあります。でもっと言うと、ちなみにこのマス刺しが私初めて自分で晒しに線を描いて初めて刺し越した第1号っぽいです。ぽいです。これはあんまり記憶はないんですけど、私が写真を撮ってるのでそのあたりの遡ってみると、これの前まではホビーレさんのプリントされている、例えば朝の葉だったり尻尾だったり、あと何でしたっけな、米刺しかカゴメか、なんかそういうのをひたすらやってるんですよ最初はね。でその後に晒しに自分で線を描いてやってみようっていうことで初めてやったのがこれです。ででもパッと見あれいい感じにとはいえさせてんじゃないって思うかもしれないですけど、これじゃあこれからじっくりね見ていただきますね。一回これ外しちゃいますね。はい、2019年と2024年ね、こっちがねっていうことでやっていくと、表は案外ね頑張ってるんですよ。表はこの2019年バージョンも私頑張ってる感じはある。でもこれ裏を見るとって感じで変わっていくっていう。裏を見ると全然違う。もう何もクロスも何も私は気にしてないなっていう感じのアニメで、これを2024年バージョンとこうやって見ていただきますとこういう感じですね。こういう感じで同じ模様なんですけど、こっちはなんかすごいクロス可愛く出したい欲が高く、こっちはそれも何も考えていないっていうただこの線に沿って縫って差し越しようみたいな気持ちだけですねっていう感じの張り目ですね、こっちのね2019年バージョンは。そうこういう感じですね。これが2019年バージョン
で、2024年バージョンがこれです。なのでバランスは同じなんですけど、線の入りとかその長さとかこの一辺の長さとかは同じなんですけど、やっぱここにねこう違いが出てくるっていうところの、これはさっきも言ったように一目指しとかでは出てこういう違いにはならないんですよね。だから張り目決まってますから。でなおかつ模様差しであり、実践を自分で張り目を決めてやっていくことによってこういう違いが出てきて、そこのだからそこに味わいがああこの時ここのとこは考えてなかったな、だけどこの時期になるとなんかすごいここにこだわり出してるなみたいなことがね、もうこういうのがねやっぱ年数がね経ってくるとね出てくるところが、私これが面白いなと思うんですよね。こういうところにその人らしい刺し子っていうのがきっと現れてくるんじゃないだろうかと。まあその人らしい刺し子もそうですし、その時期によってもね同じ人が刺し子してもやっぱり違ってくるんですよ。で私はこういうことが積み重ねなんじゃないかなって思って、でこういうことをやっていくと何が自分にとっての好みなのかっていうことが出てくるんですよね。でもちろんどなたかの刺し子の張り目の感じを見て、ああこういう風に刺したいなのももちろんあるでしょうし、一方で自分が繰り返すことによって、ああこうだったけど、いやもうちょっと違うように刺したいなとか思ってきて、あでもそれは自分の中だけから出てくるわけでもなく、きっとどなたかの刺し子を見たりとかして、何かがこう情報が自分の中でいろいろプラスされて、で何が印象に残ってるかとかが、多分それは人によって違うと思うんですけど、そういうものが多分意識せずとも何かがこう積み重なってきて、それがきっと張り目に出てくるんじゃないかなって思うんですよね。で私がやっぱ今好きなのは、表も裏も同じように見えるといいなって。これは刺し子のなんか刺し子のなんていうかな、教科書的な話からするとずれてるかもしれない。やっぱり張り目、表と裏の張り目の感覚っていうところでは教科書的に言えばやっぱり表の方がちょっと広くてみたいな感じとかもあるでしょうしね。だからそこは違ってはいるんだけれども、私が刺し子する上においてどういうのが好みかってなった時に、同じぐらいに私刺したいんですよね。っていうのがだんだんこっちの時は全然やっぱりこっちの方が張り目小さいですし、こっちと比べればもう一目瞭然だと思うんですけど、この時はこういう感じなんですよ。なんだけどここの2024年バージョンの、まあでもこれ2022年あたりからももうそうなんですけど、そのあたりからも、まあ、これ表、そして裏、そんなにね変わりないんですよね。まあ変わらないように指してるかな。で、だからここが、まあ、私のただの好みの問題であって、まあ、指しことはって厳密に言ったらそれはもしかしたら違っているかもしれないけれどもみたいなところですね。でもそういうところにその人らしい張り目が出てくるだろうなとも思ったりして、まあ、こういうのを私じっくり見るのがすごく、まあ、楽しいし、こういうのをじっくり見るからこそ、ああ次はこういうふうに差し越しようかなとかっていうのが出てくるんですよね。でそう思うと同じ模様も何枚も刺したくなったりもしますし、まあ今回はたまたまあれが同じ糸でねたまたま刺してたんですよね。まずこれと、これはもともと2019年バージョンはありました。これがねもともとね初めての私のこれね刺し越したものです。こうまっすぐしますか、まっすぐこうかな、はいこうでこうしてこうちょっとあれですけど、であとこれがね2022年バージョンで、こっちが2024年バージョンね、こういう感じでね。で
もともとこれとこれがあって、なんでこれ同じここの時にね同じ糸で刺し子したのか私はちょっとこれ覚えてないんですけど、でもたまたまこれはもともとあって、でこれを見つけて針目がね全然違うなって、これ特に裏から見たところでそれがちょっと面白いなと思って一回これインスタグラムに投稿したんですよ。これとこれの針目の比較っていうことで、それ概要欄にインスタグラムのリンクを貼っときますね。で一回投稿して、それで2024年バージョンだったらどうなんだろうと思ってちょっとやってたんですよ、これを。またね違いが出てくるかなと思って、多少だから裏のクロスのね感じが最初にさっき針目の比較の時にお伝えしましたけど、そこがちょっと違って見えたかなっていうのはありますね。なので全体的にこうパッと見ると同じような赤の糸、そして同じ模様でっていう意味では同じですけど、じっくり見るとやっぱ違うっていうところが私はちょっとねこういうのを見ているのが面白かったので、今回はこれをちょっとじっくりね見ていただこうかなと。なので模様刺しのその辺ので実践を刺し子する、それはそれで味わいが出てくる楽しさじゃないかなみたいな。だからどっちも楽しいですよ。一目刺しを刺し子してもそれはそれで楽しいですし、一目刺しの良さなんてことも私十字花刺しを刺し子する時にお話しさせていただきましたけれども、そちらはそちらでの楽しみがあると。一方でこちらはこちらの楽しみがあると。だから私はそれぞれの楽しみをかみしめながらですね、日々刺し子をしてこの移りゆく針目なんかを見ながらね、で次はもうちょっとこういう風に刺し子しようかなって思ったりとかするっていうことをね考えると、もうまだまだなんか尽きないなって思う。でそれがすごい楽しいし、でやればやるほど自分の中でこういう風な刺し子にしたいな、針目にしたいなみたいなことが出てきて、でやればやるほどある程度ね針目なんかもねこういう風にしたいって思ったらできるようには多少こっちからの見ていただきますとだいぶね変わってきてますので、そういうのでもある程度のこの針目の感じをね自分なりの納得いく針目によりね近づけるようにっていう風に近づきつつあるなみたいな風にね歩みが見えてきますのでね、それもちょっと面白いななんて思ったので今回このような動画を撮ってみました。はい、いつもはね何か模様を決めてそれを完成までじっくりみたいな感じなんですけど、今回はちょっとね一回だけこういう針目の違い、あと模様刺しでなおかつ線に書かれているものを刺し子する針目のねこの変化、それも面白いかなって思ったのでそのことについてお話しさせていただきました。はい。で、今回はねこういう感じで針目のお話をさせていただいたんですけど、次回ですね、次回の模様は何にしようかっていうところでですね、まだその模様は書いてはないんですけど、じゃあここからは次回の話にしますね。私ですね前にねこちらの本の模様を一通り刺し子したいと思っているなんてことをですね話してたんですよ。それでノートどこ行ったかな、ちょっとお待ちください。ノート探します。さっきまで出してたノート、はいこちらのね何回か私ご紹介させていただいた刺し子のね記録というかメモ的なものですね。あの時どういう風に刺したっけみたいなことをね思い出せるようにって書いてるノートがありまして、これにですね模様をね一通りね書いていて、こちらに載っている模様ですね一通り書いていてですね、これをね全部埋めていこうと思ってちまちまやっていたんですよ。それでもう以前にねもう差し子したことがある模様を外し、でなおかつこれを見ながらちょっと差し越してきたのもあるので、その辺なんかもチェック入れて、で次もう私ね順番ねどれするかって悩むから、もうとにかく最初からの順番でやっていこうって思った時に次ね子持ち七宝ですっていうことが分かりましたので、次の模様はこちらの
本を参考にさせていただきまして、子持ち七宝を差し越しようと思っております。はい。なので今まで刺したことない模様です。初めての模様なので、別にこういう風になんかやり方がどうのこうのですなんてそんな話では全然なくてですね。基本的に私の動画全部そうなんですけど、こういう付近を模様を今差し子してますみたいな制作過程を淡々と投稿してる話というか制作過程をね、投稿しており、その中でやっていく中でね、ここがこうなんだみたいな風に自分が感じたことをそのまんま淡々とお話しさせていただくっていう動画になってますので、模様は子持ち尻尾を差し越しようと思っています。で、初めての模様なので、初めて、図案も書くのも初めてなので、そのあたりもちょっと手探りでなんとか参考にさせていただきながら模様を描きまして、それでその模様を完成しましたみたいなところまでをちょっとやっていこうかなと思っております。なので、はい。その時その時の気分で、この模様やろうと思ったら、ちょっと途中でね、そういう模様も、違う模様も、この本以外の模様もするかもしれないですけれども、基本はゆっくり私この本に載ってる模様を全部差し子するっていう大きな目標がありますので、今回はね、それに沿って順番なると子持ち七宝だということが分かりましたので、次の模様はそちらにしようかなと思っておりますので、はい、私もやったことがないのでやり方をお伝えするわけでは全然ありませんので、ぜひこちらの本をもし差し越しようと思ったら参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで次回はね、そちらの模様を差し越していこうと思います。はい、ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。